なんでこんなに疲れるんだろう。なんであの人は楽に自由に生きているんだろう。特別辛い出来事があったわけでもない。ちゃんと働いて、ちゃんと人と関わって、ちゃんと生きているはずなのになぜか人生が重い。他人の目、将来の不安。人間関係。それは本来気にしなくていいことを真面目に考えすぎているだけかもしれません。もし今日そのいくつかを手放せたらどうでしょうか。人生は何かを足すことよりも余計なものを手放すことで軽くなります。今回は人生で本当はどうでもいいこと10選をお話しします。35年間僕が生きてきて自分でも経験したことや心理学、成功法則に基づいた解釈も入れてあなたの人生が楽になるスイッチを押していきましょう。人生で本当はどうでもいいこと10選。1、他人からどう思われているかの想像。心理学ではスポットライト効果という効果があり、自分の見た目や行動が実際よりも他人から注目されていると過大評価してしまう心理的傾向のことを言います。しかし実際はほとんどの人は自分のことで精一杯です。あなたが気にしている他人からの目や評価は実は存在していない可能性が高い。特に日本人は周りの人の目を気にしすぎる国民性があります。そして他人の感情って自分でコントロールできないんです。A さんがあなたを嫌ったり好いたりすることは A さん次第なので、それを気にしてると人生の主導権やあなたの価値を他人に委ねることになります。大事なのは自分が認められる自分であるかどうかです。2、完璧なタイミング、完璧な準備、完璧な状態。それを待っているといつまでも動けません。もはや始める前に完璧がどれかはわからないんです。脳は本能的に安定を求めるのでリスクを避けるためにまだ早いと言い続けます。でも成功法則はシンプルです。動いた人にしか次の景色は見えない。完璧を待つ時間はほぼどうでもいい時間なので、まず動いて試行錯誤を繰り返して完璧に近づけていくことが大事です。僕は飲食店を2年前に開業したのですが、最初は味を追求すればするほど正解が見えなくなっていったんです。何が完璧か、完璧とは誰が決めるものなのか、自分の中での味の完璧は世間にとっての完璧なのか、しかも味の好みもあるので創業メンバーの意見もバラバラでした。その間にも売り上げはないのに従業員の人件費や家賃は容赦なくかかっていきます。品質はある程度のラインまでは持っていき、まずはオープンさせる。その後にお客様の反応を見ながら、何が売れているかデータを見ながら修正していったんです。その結果この2年で売り上げは1年目の2倍以上になり、黒字経営ができています。見えていないことをその時の自分の感覚で考えてもほぼ意味ないです。動き出して見えてきた結果に対して修正していくことで完璧に近づくんです。完璧なタイミングを待たないこと。完璧は誰にもわからない。まず動き出すことの大事さは自分の授業でも身に染みた経験でした。3、合わない人との無理な関係維持。人間関係のストレスは想像以上に脳のエネルギーを消耗させます。心理学ではエゴ消耗と言われます。合わない人に合わせ続けることは人生の集中力を削る行為です。人はお互いに正義があってこだわりがあるので、どっちが悪いかではないことが多い。明らかに価値観や意見が合わない人とは早めに距離を取るのがお互いにとって最善の選択です。あなたの価値観が合う人は他に絶対にいるので、そういった人たちと有意義な時間を楽しんだ方が幸せです。論破したり勝敗を決めないこと。合わないと思ったらそっと離れる。自分が成長すればするほどこの周りとのギャップは起きます。相手を無理に変えようとしないこと。自分に合う人は自然と出会うし集まってきます。4、長く怒り続けること。人間なので怒ることは反応としてあると思います。怒りは一時的な防御反応だからです。しかしその感情を持ち続けるとコルゾチール、ストレスホルモンが分泌され続け判断力が鈍ります。怒っている時間から生まれるものは特になく、態度にも出してたら周りに気を使わせたり余裕がない人と認識されます。そして何より自分も周りも幸せじゃない状態を維持することになります。よく怒っていると怒っていることが当たり前の自分になっていくし、そう振る舞うようになります。怒りはうまくコントロールしてどうでもいいと受け流すと一気に楽になれます。僕は怒らなくなったのですが、その方法は構造を理解するようにしたからです。仮に A さんに何か理不尽なことを言われたとしたら、その背景には A さんに何かしら原因があります。自分に余裕がないとか、メタ認知足りてないとか、要因は必ず存在するので、その構造が見えた時に自分が反応してても意味ないなって思ったんです。そうすると怒る理由もなくなります。仮に自分が相手にとって悪いことをしてしまってたら、認めて謝って改善すればいいし、怒るまでは至らなくなります。怒りを捨てることで人生は楽になります。
5、落ち込み続けること。落ち込むこと自体は自然です。しかし落ち込んでいる自分をキープし続ける必要はなく、むしろデメリットが大きいです。ずっと落ち込んでいると自己嫌悪に陥り、自己肯定感がどんどん下がっていきます。起こった出来事に対して落ち込むのは一瞬はいいけど、どう対処するか、どう改善して次はなくせるかを考えるようになれると、落ち込む時間が無駄だと自覚します。落ち込むという感情にあなたの感情を奪われないようにしましょう。6、見栄のための消費。高いものを持てば安心する。人に見せられるものを持てば自分の価値が上がる。これは典型的な外的承認依存です。そして見栄による他人からの評価を軸にすると負の無限ループに突入します。高級車、高級時計、タワマン、流行りのハイブランド、インスタでの輝かしい投稿。その先には終わりのない競争や比較、空虚さが残るんです。表面を武装するよりもかっこいい生き方、自分らしい、自分が納得する人生を生きた方が何倍も幸せです。7、手放せない執着。人への執着。この人はなんでいつも同じことを繰り返すんだろう。言っても治らない。また話し合いが必要だ。期待してたのに裏切られた。過去の失敗への執着。自分はなんてことをしてしまったんだ。自分はダメな人間だ。他人への執着。芸能人が事件を起こした。YouTuber が炎上している。このようなすでに終わっていることや自分ではコントロールできないことへの執着はあなたには関係がないし、考えたところであなたの成長にはなりません。いらない執着を手放し、自分でコントロールできることに集中しましょう。8、多数派かどうか。社会心理学では同調圧力や集団心理が知られています。人は無意識に多数派イコール正解と感じます。総教育でも受けてきましたよね。同じ時間までに登校し、同じ勉強をし、同じテストを受ける。みんなが前習いをすれば自分もする。みんなと同じ動きをすることが正しいと僕たちは教えられてきました。もちろん結束、秩序を保つためでもありますが、同時に多数派が正解という思考の植え付けでもあります。でも、歴史を変えてきた人はほぼ少数派です。特にビジネスにおいては多数派を重視していると成功はできません。脱藩が大罪だった時代に土佐を脱藩して日本を変えることに尽力した坂本龍馬。当時携帯にボタンは当たり前だったのに iPhone でそのボタンを取り除いたスティーブ・ジョブズ。民間でロケットの会社は絶対に無理だと言われてたのに全財産をつぎ込んで実現させてガチで火星移住を目指すイーロン・マスク。多数派はあくまで安定重視で真面目に長く仕事をする人の正解です。あなたが金持ちになりたい。時間の自由が欲しい場合はこの多数派イコール正しいを疑う必要があります。9、お金がないという思考。多くの人はお金が欲しいと強く願います。しかし引き寄せの世界ではこう言われます。お金が欲しいと強く思うほど、お金がない自分を強く認識してしまう。一見スピリチュアルですが、これは心理学的にも説明ができます。人は自分が認識している通りの人間として振る舞います。自分はお金がない人間が前提になった場合、大きな決断を避ける。挑戦しない。収入が増えない。結果、お金がない状態にとどまる。セルフイメージが行動を抑えてしまうんです。ではどうするか。仮に今お金がなかったとしても、お金がない人間として振る舞わないこと。これが重要です。ここで誤解してはいけないのが、借金をしてまでいい家に住んだり、高級車を無理に買えという話ではありません。表面上の消費を真似するのではなく、意思決定基準を変えるんです。金持ちはこう考えます。これは消費か、投資か。この選択は未来を広げるか狭めるか、時間を増やすか減らすか。この成功者の基準を先に取り入れる。これが器を作るということです。成功法則でもよく言われます。なりたい人間としてまずは振る舞え。これは魔法ではありません。アイデンティティが変われば思考が変わる。思考が変われば行動が変わる。行動が変われば結果が変わるんです。そしてその結果が新しいセルフイメージをさらに強化します。お金がないことが問題ではありません。お金がない前提で判断していることが問題です。お金がないことを意識せずにどうでもいいと思い込み、成功者として振る舞いましょう。10、根拠のないプライド。プライドには実は2種類あります。持っていいプライドと持ってるともったいないプライド。1個目は自分の可能性を信じるプライドです。可能性というのは成長できる自分。できないと思ってたこともできるようになる未来の自分をトータルで信じることです。このプライドは絶対に持った方が成長できます。2個目のプライドは今の自分を守ろうとするプライド。何か注意されたり、アドバイスされた時に反発したり、でも自分はと今の自分を守るプライド。このプライドは早めにどうでもいいと思い手放した方が成長スピードは加速します。成長できない人ほど1個目のプライドは持っていなくて2個目のプライドを大事にしています。2個目の根拠がない自己防衛のプライドを持っているとアドバイスももらえなくなるし成長ができなくなります。成功者たちもアドバイスに対して反発してくる。響かない。
変わらない人にアドバイスをめげずにするほど暇ではありません。早めに根拠のないプライドは捨てて、本当に大事なプライドを磨きましょう。今日の10個の中にあなたが思い当たるものありましたか？全部を一気に手放す必要はありません。一つ軽くなるだけで、あなたは本当に集中すべきところに時間やエネルギーを注げます。足りないから苦しいのではなくて、抱えすぎているから重いのかもしれません。あなたの中で手放してよかった、本当はどうでもいいものがあれば、ぜひコメントで教えてください。大事なのは動画を見て満足しないでください。今日の内容を単なる情報だけにせず、あなたの人生に落とし込んでください。このチャンネルではこれからも、世界の実業家たちのためになる情報や、自己理解や成功法則を軸に、あなたの背中を押す発信をしていきます。ここまで見ているあなたは、本当にすごいです。その探求心と集中力は、すでに変化が始まっている証拠。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。